ようこそ骨圧鉄道チャンネルへ。名古屋や伊勢志摩、奈良、京都、大阪といった西日本の主要都市や観光地のアクセス路線として古くから多くの乗客を運んできた近鉄電車。近鉄電車は 500km 以上という JR を除けば最長の路線網を持つ大手私鉄の中でも最大規模を誇る鉄道会社です。それがゆえに鉄道車両数も莫大で、中には他社では見られない変わった編成や性能を持つものも存在します。また広大なネットワーク網を維持するため、極めて複雑な配線の駅も存在しているなど、まさしくカオス。これがゆえに近鉄には多くの伝説があり、それはインターネット上などでしばしば近鉄クオリティなどと呼ばれています。ところでそんな近鉄電車の伝説にはどのようなものがあるのでしょうか。今回の動画では近鉄電車の伝説と称される中でも代表なものをいくつかご紹介していきます。それでは本編へどうぞ。カオスすぎる編成構成。近鉄電車においてまず特筆されるのが列車の編成構成のカオスさです。それもそのはず、特急や一般車といった区別などはありつつも、比較さえ合えばどんな車両でも古かろうが新しかろうが、近鉄電車ではお構いなく何でも連結してしまうのです。通勤車では例えば古い丸屋根の電車の間に新しいシリーズ21がサンドされているとか、奈良線、京都線系統と大阪線、名古屋線系統の一般車は同じ標準キロ線だが向きが異なり共通運用が不可能であることと、南大阪線系統一般車と連結可能な青のシンフォニーと各線区の汎用特急車両との連結が可能な南大阪線系統の桜ライナーおよび標準機用アーバンライナープラス増結編成を除いて愛称付き特急用車両と地下鉄烏丸線直通対応編成は他編成と連結をしての運転が不可能であることと、阪神直通の場合は阪神直通対応編成に限定されるなど、一部の制約を除けば何でも連結してしまいます。事情を知らない人から見ると異様な光景が広がっているのが近鉄電車のカオスさをより助長させてしまいます。さらにひどい時は2両編成を複数つないで6両編成以上の超編成を作ってしまうことも多々あります。これは鉄道ファンの間でしばしば物 N と呼ばれ、N は車両の両数ごとに6両なら物6、8両なら物8という感じで、数字を挿入して呼称されることが多いです。この運行により分割併合が容易になり、途中駅で分割させて別々の行き先に行く、いわゆる多層立て列車の運行が容易になったり、何らかの要因で車両不足になった時にも、2両編成を複数つないだ編成を台車として仕立てることで、埋め合わせが容易にできるというメリットがあります。近鉄電車では2両編成が連なる光景が多く見られ、物6物8は当たり前、ひどい時には物10もたまに見かけてしまいます。特に奈良線、京都線系統ではこういった編成が多く、物8に至っては定期列車でも存在するほどで、2両編成だけの編成で阪神へ勝ち込みに行くこともあります。エグすぎる形式数。近鉄電車は奈良線、大阪線、名古屋線などの標準キロ線のほか、南大阪線、吉野線などの狭軌の路線も存在することや、大幹線から輸送量の少ないローカル線まであるなど、その路線網がとにかく広大になっていることなどから、仕様が異なる車両が多く在籍している関係で、形式数の多さも特徴となっています。その数は特急車両だけでも18形式存在し、一般車両に至っては新型車両 8A 系を含めた分65形式も存在します。このほか団体専用車が4形式、事業用車が3形式、西市議ケーブルで使用される貨車のコニ7型を含め、ケーブルカー用車両が5形式ずつ在籍。合計すると95形式も存在するという、エグすぎるとしか言いようがないほどの多様性を誇っています。近鉄電車では基幹や終電形式の違いなどのほか、多くの鉄道会社が合併してきた歴史的経緯もあり、同じような仕様でも路線別で形式を変えていたり、機器面のわずかな違いだけであったとしても、
1桁単位で別形式に変えていたことも一部であることが、このような膨大な車両形式数の背景になっています。とりわけ1980年代から2000年代にかけての一般車は主に5200系列、1230系列、1420系列、1020系列、6400系列などで細かすぎる形式区分が見受けられます。それがゆえんなのか、近鉄では個別の車両群ごとに連産記号を設定して車両の区別を図っております。例えば5200系列は5209系、5213系合わせて VX、9020系は奈良専用車両が EE1 編成だけ存在する大阪専用車両が EW51 などです。近鉄車内では基本的に連産記号を用いて管理しているほか、近鉄ファンの間でも基本的に形式ごとの連産記号を知っていること前提で話が進むケースが非常に多いです。近年ではここまで細かく分けることはなくなったものの、それでも路線別で違う形式を採用するなどの伝統は残っています。8A 系などの最新鋭車両でもどのような形になるのか注目されます。京急並みに手際の良い連鉄切り離し作業。路線数が多く分割、併合も多く見られる近鉄では、一部の駅において連鉄切り離し作業が見られます。そしてそのスピードもスムーズであり、特に南大阪線古市駅の速さは関西の鉄道ファンの間では有名です。ところで素早く手際の良い連鉄切り離しといえば、関東の人であれば京急を思い浮かべるでしょう。それと対極するかのように近鉄電車も分割併合が多く、特に南大阪線の古市駅ではとてもよく見られます。近鉄電車の場合、必ずホロを接続開放する作業があるため、京急と比べるとスピードでは劣ってしまいますが、それでも古市駅ではスムーズな作業を観察できます。ちなみに近鉄電車で編成間に必ず貫通ホロを接続する理由は、1948年に奈良線河内花園駅で発生した列車暴走追突事故がきっかけです。このほか奈良線、京都線の大和西大寺駅や大阪線の名張駅や高安駅などにおいても作業を観察でき、南大阪線ではこのほか橿原神宮前駅でも実施しています。しかも近鉄電車の場合は有料の特急車両でも見られるため、この特徴が顕著に現れていると言ってもいいでしょう。かつての JR 西日本も顔負け、近鉄版古い車両を大切に末永く使いましょう計画。近鉄電車では今のところ特急車で50年、一般車で60年使うという車両方針を定めており、これにのっとって更新計画や新車導入計画が策定されます。特に一般車については2024年の 8A 系登場まで約15年間新車の製造が止まっていたという他の鉄道会社では考えられない状況が続いています。事実一般車両更新が発表された2022年時点では、昭和40年代に製造された車両が約450両、昭和50年代に製造された車両が約240両も在籍。比較的古い電車が多く走っている関西の中でも、ひときわ古い車両がたくさん残っているかがよくわかる状況です。近年は特に関東大手私鉄や JR 北海道、JR 東日本、JR 東海を中心に1980年代や1990年代に登場した車両も引退するケースも多く、それらを踏まえた上で考えてみると、いかに近鉄電車が異常であるかがわかります。その方針は製造から数十年が経過した古い車両を各種の更新工事を施工させながら残存させることが多く、1990年代から2000年代にかけての JR 西日本にも似ています。その時に言われたネタなどからこの車両事情は、近鉄版古い車両を大切に末永く使いましょう計画とも呼んでもふさわしい内容になっているのです。京急品川駅、名鉄名古屋駅のカオスさにも匹敵するカオス駅、大和西大寺駅。近鉄電車がカオスと言われているのは何も車両だけに限りません。広大な路線網を抱える近鉄電車では接続駅を中心に
終日にわたって何本もの列車が通り抜け、かつ駅構内のさまざまな箇所を走る極めて変わった駅も存在します。その代表格が奈良線と京都線、橿原線が接続する奈良県にある大和西大寺駅でしょう。大和西大寺駅といえば駅前で発生したある暗殺事件の発生地として全国的には有名になってしまった駅でございますが、鉄道ファンにとっての大和西大寺駅というのは日本でも屈指のカオスを誇る駅として知られています。大和西大寺駅では大阪、奈良、京都、橿原という4方面に向かう線路がクロスすることに加えて、特急車両や奈良線、京都線の一部一般車両が所属する西大寺検釈が至近の土地に設けられており、それらが平面交差する形で結ばれている駅となっています。結果として構内の配線は非常に複雑となってしまい、線路の分離であるポイント数は41基という日本一の数になりました。電車の進路や信号はコンピューターで制御されているものの、一部は信号係員が未だに手動で動かさなければならないこともあるなど、極めて複雑な運用が必要なことで知られています。私鉄でカオス運用を必要とする駅としては、他にも京急線品川駅、京王線新宿駅、名鉄線名鉄名古屋駅などが有名で、それらを思い浮かべた方もいらっしゃるでしょう。大和西大寺駅は線路の数自体が少ないこの3駅に比べると、3面5線もあるため設備自体は貧弱ではありません。しかし特徴であるポイントの多さによって駅のさまざまな場所から電車が出てくる様子を観察することができ、見ていて飽きを感じないものになっています。不正規の要塞さ。駅の話題では大阪線と奈良線の接続駅である不正規も忘れてはいけません。不正規で合流した大阪線と奈良線は方向別複々線となって大阪上本町駅まで結ぶ形をとっていますが、その合流ポイントである不正規の構造の複雑さもこれまた日本屈指のものとなっています。不正規は高架駅ではあるものの、大阪線と奈良線が同一階に並ぶのではありません。大阪線は3階、奈良線は4階にホームを持っており、2段式のホーム構造となっているのが特徴です。そして不正規は特急や快速急行の通過待ちも行う関係で、大阪線、奈良線それぞれに通過線が設けられています。実に4線が2層構造で上空で分岐するという、かなり複雑な構造になっているのです。なお大阪線と奈良線は次の今里駅との間で同一階に並び、鶴橋、上本町、難波方面へと向かっていきます。両路線の複線が合流して複々線を形成するため、この区間の本数は極めて多くなっており、上本町間では日中でも一般列車だけで1時間あたり25本以上、特急列車まで含めると30本前後の電車が走っているのです。故に不正規は不正要塞とも称されており、高架線上で路線が分岐するという構造については、京急蒲田駅の蒲田要塞や名鉄太田川駅の太田川要塞に似ています。この両者もかなり複雑な構造でカオス駅として有名ですが、不正要塞の場合これらとは異なり通過線があることなど、他にも複雑な要素がかなり多いことから、まさに伝説的な存在と言えるでしょう。近鉄電車では他にも広大な地上ホームと地下にあるホームの双方が存在する大阪上本町駅、大阪線と橿原線がオーバークロスする構造ではあるものの、両線との間に短絡線が設けられているために、京都から伊勢志摩方面への直通を可能としている大和八木駅、2番乗り場から4番乗り場が両側をホームで挟む形で設けられ、大阪線と名古屋線の間の特急や急行の乗り継ぎを可能にしているだけでなく、駅構内扱いとして中川短絡線という短絡線を持ち、乗り換え不要で大阪線と名古屋線の直通が可能になっている伊勢中川駅、先ほど紹介した大和西大寺駅などのように、複雑な構造を持つ駅がいくつも存在することでも有名であり、鉄道ファンの中でも短絡線や駅に興味のある人にはよく知られています。京急の変態加速にも負けない変態的な途半性能。
近鉄電車では奈良線の石切、生駒間にある生駒山脈、大阪線の西青山、東青山間にある布引山脈などの山地を抱え、これらについて生駒峠越え、青山峠越えなどと呼ばれるような正面から突っ切るトンネルを掘るルートを開拓しています。これによって大阪から奈良、名古屋、伊勢方面への時間短縮を図り、競合他社に対しての優位性を保ってきました。しかし山岳地帯を突っ切るために勾配の激しい区間は多く、両線には最大で33ミルから35ミルもの連続勾配を抱える区間が存在します。こうした経緯もあり、近鉄電車は途半性能がいい車両が多く、駅間が狭く列車本数が多い京急の変態加速と同様、変態性能としてしばしば鉄道ファンの間で有名です。特に21000系アーバンライナーについては、登場からすでに30年以上を経ていますが、当時から前述の新青山トンネルのある急勾配区間を130キロという高速で走れる性能を持つことから、平地であればかつての新幹線並みである200キロ近く出せるパワーがあるのではないかとも言われ、その性能の高さは折り紙付きということができます。ただそんな近鉄特急電車の性能の高さを含めたレベルの高さは、ただ単に鉄道ファンのネタになっているだけでなく、鉄道友の会のブルーリボン賞で近鉄が最多受賞を誇るなど、客観的評価の高い車両も多くなっています。さらなる変態車両を開発中。また、近鉄電車はさらなる変態車両というべき車両を、なんと2種類も開発中です。1つ目は第3機場終電路線と画線終電路線の直通が可能な特急車の開発。近鉄電車では長田、学研奈良富ヶ丘間を結ぶ京阪羅線と、長田から森の宮、本町、九条、弁天町などを経由して、コスモスクエア、夢洲方面までを結んでいる大阪メトロ中央線と直通運転を行っています。しかしこの直通運転では京阪羅線側が大阪メトロが採用している第3機場方式に合わせる形となっており、残念ながら大阪メトロ中央線方面からは京阪羅線以外の近鉄各線と直通運転ができません。第3機場方式では線路横にあるレールから終電窟と呼ばれる部品を通じて電気を取り入れて動かしていますが、近鉄はこの終電窟を画線終電区間では折りたたんで収納する可動式第3機場用終電装置という装置を利用することで、第3機場方式の路線と奈良線などが線終電方式の路線との間を直通運転できるような電車を開発しているのです。第3機場方式とが線電化方式の路線を直通できる構造は、かつて戦前の横軽区間を走る電気機関車で採用実績があるほか、海外に目を向けるとアメリカのメトロノース鉄道やイギリスなどで実用化している例が実際に存在し、日本の車両製造メーカーでも近年は日立がイギリスに、川崎重工業などがメトロノース鉄道へというように、こういった車両の納入実績が少なからずあるのですが、近年の日本ではこういった車両の運用実績がなく、近鉄のこの車両は変態性能というべき車両となります。もし実現すれば IR 施設整備の機運が高まり、2025年に大阪・関西万博が開催されることになる夢洲と奈良、橿原、伊勢方面が結ばれるようになります。そして2つ目はフリーゲージトレインの開発です。こちらは JR の新幹線と在来線を直通できる方式であるため、四国や九州を中心に実用化に向けてテストが積み重ねられましたが、残念ながら高速対応の関係で実現に至れなかったことを、もしかするとご存知な人も多いかと思います。しかし近鉄では200キロ以上の高速走行性能が必要ではなく、むしろ 1067mm 機関の吉野線と標準機の橿原線を直通させる列車を運転するべく開発されているものです。実現すれば京都、奈良方面と吉野が結ばれるようになり、前述の第3機場方式とが線終電方式の直通特急と同様、新たな観光ルート開拓につながると期待されています。これまたカオスな近鉄版イットケダイヤ。人身事故などの輸送障害が発生しダイヤが乱れた時でも列車を動かし、
時には行き先や種別などを変更しても止めない一時ダイヤ。京急が得意とすることで有名ですが、近鉄電車でもよく見られます。実際ダイヤが乱れると駅では発車時間が前後して先発自発案内がめちゃくちゃになることがあったり、案内表示器が無表示になったりするなど異常事態にこそ見舞われているものの、列車自体は動いているという光景が見られており、 JR など一時ダイヤが見られない路線を利用している客から見るとやはり異様に映ることが多いようです。また近鉄電車は大雨や台風であってもなかなか止まらないことでも知られています。実際沿線では台風の暴風域に入り、他の鉄道会社が徐行運転や運休となる中、近鉄は平常通り動いていたという報告が相次いでいます。もちろんゲリラ豪雨も知らんぷり。ただし霧には比較的弱いようで、そのために山間部でダイヤが乱れることは少なくありません。伝説の名言、災い転じて福となす。ここまではネタ要素の強い話も多いですが、後の経営基盤を作ることになったハイレベルな伝説もあります。それは伊勢湾台風での被害をきっかけに 1067mm 機関だった名古屋線を標準機に回帰したもの。これによって大阪線と直結できるようになり、大阪から名古屋、伊勢方面に直通特急を走らせられるようになりました。戦後しばらくまで大阪線、山田線と名古屋線の機関はもともとは異なる鉄道会社であったという歴史的経緯もあり、異なっていたというネックポイントがありました。このため名古屋線と大阪線、山田線のアクセスについては両線が接続する伊勢中川駅での乗り換えを強いられていました。それを解消するために名古屋線系統においては 1435mm 機関への回帰の準備が進められていましたが、そんな状況の中で1959年に伊勢湾台風が襲来。明治以降の日本における台風災害史上最悪の惨事となり、近鉄では84両の車両破損と25億円の被害総額、自宅の浸水など700名の社員が被災してしまった上、名古屋線においては全線が水に浸かってしまい、一部区間の線路が流されるなど壊滅的な被害を受けました。この時当時近鉄の社長を務めていた佐伯勇氏は、この被害を災い転じて福となすと考えて、復旧工事の後立て続けに回帰工事を行うことを決断。伊勢湾台風が通り過ぎてから約2ヶ月後、開工時は前倒しで着手されることとなり、翌年1960年にこの工事が完了したのです。これにより名古屋、大阪間、名古屋、伊勢間を直通できるようになりました。伊勢湾台風は5000人以上の死者、行方不明者を出す台風においては戦後どころか明治以降最悪の自然災害になりましたが、1960年というタイミングで回帰工事を進めて主要な特急のルートを開拓できたことについては、近鉄にとって大きな経営資源になったと言えるでしょう。というのも1960年代以降は高度成長期に突入し、名古屋市周辺も宅地化が進展しました。このタイミングで回帰工事を行うと、車両の改造工事や工事中のダイヤ乱れなどが不安視され、東京において京王線が今でも 1372mm という変な期間であるように、名古屋線も永久的に回帰困難になってしまったかもしれません。なぜ近鉄には伝説がたくさんある？近鉄電車では駅や車両、ダイヤなど様々な伝説が存在するものの、これらに共通として言えることが一つあります。それは中京圏、近畿圏にまたがる広大なネットワークを維持発展させるために設けられている工夫ということでしょう。例えば布施駅や大和西大寺駅の複雑な構造は、限られたスペースの中でどれだけ多くの列車を多方面に直通させるかという課題に応えたものです。峠越えを伴う長大なトンネルがあることについても、山岳地帯を突き抜けて都市間を最短で結ぶための工夫です。車両についても性能の良い車両をどれだけ分配させるのかということにこだわった結果こそ、形式の多さや維持年数の多さにつながっていると言えるでしょうし、分割併合の多さについてもきめ細やかな輸送力調整と
ネットワークの維持に貢献していると言えます。これらの結果、もともとは三宮急行電鉄や大阪電気軌道、大阪鉄道など異なる鉄道会社の集合体に過ぎなかった路線網を一つのグループとして再編した上で、近鉄電車が日本最大の私鉄として君臨し、発展するきっかけになったと言えるでしょう。鉄道ファンからはこういった変わった要素の多い近鉄を近鉄空力と称されることも多いですが、これらは5府県にまたがる鉄道ネットワークを発展させ、とりわけ奈良県や三重県では国鉄 JR 以上に重要な鉄道インフラとして支持を固めた成果とも言え、この近鉄空力という言葉についても近鉄を称える言葉と言っていいのではないでしょうか。いかがだったでしょうか。今回は近鉄空力として知られる近鉄電車の伝説についてお伝えしました。今回紹介したポイントを要約してみると、仏6、仏8などをはじめとして短い編成が集まって長編成になる編成構造、形式の多さや車齢の古さなどのネタは多いものの、総じて途半などで優れた性能を持つ車両が多いこと、大和西大寺駅や布施駅などといった複雑な構造を持つ駅の多さ、京急にも負けずとも劣らない近鉄版一時ダイヤなどの運行に関する奇妙さ、それだけでなく近年の日本で実用化例のない新たな機構を持った電車の開発を進めている点、蒸気のような鉄道ファンのネタ要素になるものだけでなく、伊勢湾台風からの復旧を生かして回帰を進めて大阪から名古屋、伊勢方面への直通を実現するなど、先見の明かりの強さもあることなどについて知ることができたのではないでしょうか。この動画が参考になった、良かったと思った方はぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアス鉄道チャンネルでは鉄道に関するさまざまな疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧できますので、ぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。